こんばんは。皆さんたくさんの愛をありがとうございます。で、もう心理学よく知ってる人の中にはもう定番なのかもしれないけど、心の中にはいつも2人の自分がいる。それはね、親子なんだっていうね。感情を感じる自分がインナーチャイルド。喜怒哀楽全部感じる自分。それを見つめる自分がインナーペアレント。内なる親。このインナーチャイルドとインナーペアレント。この2人がどういう関係かによって自己需要の度合いが変わってくる。で、ここら辺は多分興味があるなって思った人は本を買って読んでもらった方が断然詳しいと思うんだけど、非需要のインナーペアレントから需要的なインナーペアレントに変化するためにはどうしたらいいかっていうところで、これが自分でできない場合、そういう時のために心理カウンセラーがいて、で、その心理カウンセラーがその人のインナーペアレントの代わりになるんだって。で、その人の気持ち、今まで禁止していた気持ちだったり罰していた気持ちを出してもらって、そりゃそうだよなって聞いていく。で、その聞いていくときにカウンセラーにとって必要なのはネガティブケイパビリティって言うんだけどさ、なんとね、ネガティブを持ちこたえる力みたいな意味なんだけど、例えばさ、いやこういうことが嫌でああいうことが嫌でとかさ、旦那さんがこう言ってきたりとかさ、子供がこうやってああやって愚痴言ってたりさ、いやでもそんなこと言ってても解決しないよって言いたくなったりさ、いやでもさ、それってさ、こういう風に考えるからそういう風になるんじゃないって言いたくなったりさ、このネガティブをもう持ちきれなくって相手に返したくなる気持ちって出てくることあると思うんだよね。でその時に結構真骨頂だと思っていて、これは全部愛に変わるっていうか、愛から来ている。なぜ彼がこういう風に言うかというと、本当は彼はこうしたいという理想があるからとか、本当はこの人もこういう風になってほしいっていう願いがあるからとかさ、そこには全て愛があるじゃない。で、それを知っている我々だからこそ、ネガティブケーパビリティってそれネガティブじゃないから大丈夫だよって思って、もう頭もげるほど、首もげるほど、それは大変だね、それは嫌だよねってめちゃくちゃ共感できるっていうね。これ共感したらこの人どんどんネガティブになっていくんじゃないかとかさ、そんな風に心配する必要はなくって、本当だよね、なんでそうなっちゃうんだろうねとかさ、わかる、そういう時は本当帰りたくなるわとかさ、そうやって共感された時にやっぱりその気持ち感じていいんだっていうさ、その気持ちを感じてる自分は変ではないし罰を受けるべき存在ではないんだっていうさ、自分の内側の自信がふくよかに回復していくじゃない。これこそ一番魂の正位置に戻る最短距離だと思うんだよね。で、こうやって心理カウンセラーの人に聞いてもらった経験によって、そのクライアントの人の中にインナーペアレンツの受容する能力が育っていくっつっててさ、なるほどな、それを耳で聞くからこそ自分がまた自分で言えるようになっていく、自分に言えるようになっていくし、人に言えるようになっていくんだなって思って、でこの話をさ、旦那さんにこうでさ、こうでインナーペアレンツとインナーチャイルドっているんだってみたいな話をしててさ、でこれもしかして私、旦那さんが例えばこれやだなとかあれやだなとかさ、本当やだよねとかさ、わかるっていつも笑いながら聞いてんだけど、私これインナーペアレンツ、彼のインナーペアレンツをやってて、それによって彼にインナーペアレンツの能力を移管しているというか、そんな感じがするなっつって言ったら、旦那さん確かにそれは否めないねって何のあれもなく否定もなくニコニコしながら答えてたんだけど、なんかね、ずっとニューヨークで過ごしてる時にも子供がなんかうわ嫌だとかさ、なんかちょっとしたことで泣きそうになったりとか喧嘩しそうになったりとかっていう時に、今までは静かに見てるだけなんだけどさ、
こういう時にインナーペアレンツってなんて声をかけるんだろうなって。それをかけるかどうかは別なんだけど、自分の中の練習問題としてやってるの、ずっと。あ、そっか、痛かったよねとかさ、それは先に譲ってほしかったのか、そうだよね、やりたかったねとかさ、なんか、なんで声をかけたらそうだなって受容できるんだろうなっていうのをいろいろね、練習問題でやっていくと、自分のその自己受容力もさらに高まっていくし、娘たちにもすごく優しい眼差しになれるし、いろんな人のなんかそれをね、練習問題にしてやるのもね、いいなって思ったそれを実際言うかどうかは別として。で、あと自分の中にもインナーペアレンツがいるんだな、今インナーペアレンツもめっちゃ厳しいなとかさ、今日はもう極甘のインナーペアレンツでいけるようにちょっと実験してみようとかさ、そういうのをやってみるのもいいよね、なんていうことを思いました。そういえばうちの子は喋れないので、彼の気持ちを代弁してあげる癖がついてます。そうです、これ、そう、まさに私も代弁してあげる癖がついている。さっき旦那さんがさ、夜中にトイレに起きたんだけどさ、だいたいホテル真っ暗にして寝たいタイプなので、真っ暗にしてお手洗い行ってさ、そうするとこうホテルにはなんか予期しない家具調度品とかがいっぱいあるじゃない。でそれに足をぶつけないようにすごいそろりそろりって歩いてたので、その歩いてる様子が可愛いなと思ったんだけど、ベッドに入る、もう少し入るっていう直前でバーンっつって言ってさ、なんか何かに足をぶつけてさ、ね、私がもうせっかくここまでそろりそろりと来たのによーっつって言って代弁してあげてさ、本当だよみたいな、ベッドに足をぶつけるなんてみたいなことを言ったら、ベッドじゃないんだよ、もう本当に不憫だよっつって旦那さんが言ってから、本当不憫だよね、全くなんでこんなとこにあんだろうねなんつって言って、うふふふふって言いながらまたお休みになられたんだけど、なんかそんな風にね、自分のことを全肯定してくれるインナーペアレンツ、自分の中に育んでいって、そしていつかは人類のインナーペアレンツになれたら、こんなに幸せなことはないなということを思いながらお別れです。ありがとうございました。それでは。